ご視聴ありがとうございます。今回紹介しますのは SATA のソケットセット。高品質で低価格というのが売りのアイテムです。SATA は中国のブランドです。というとちょっと語弊があるのですが、上海に工場を持つブランド。東芝のメモリ部門やスカイラークを買ったことで有名なベインキャピタルという投資ファンドが所有する APEX ツールグループという巨大な工具メーカーがありまして、SATA はそこの主要ブランドの一つです。中国に工場を持ちますが、実質は台湾系と言ってよいブランドのようで、ギアレンチの生みの親とされる台湾の会社リーウェイやその流れを組んだ APEX 台湾あたりが統制を行っていたと聞いています。APEX グループ内の他ブランド OEM もここがこなしていると言われていまして、ですから純粋な中国メーカーとは少し異なる会社みたいですね。ちなみにベインキャピタルは中国の自動車系に強いコングロマリットと APEX ツール売却の交渉を続けていたようですが、去年くらいに頓挫したというような記事を最後に続報は見ておりません。そんな SATA のソケットセット、見た目はこんな感じ。表面は磨きの仕上げです。あまり綺麗ではないですね。聞いてたのとはちょっと違う印象。見た目に結構なばらつきを感じます。滑り止めが一様でなかったり、磨き残した部分があったり、ぶつけてへこんだような部分もあれば、素材自体が剥がれているようなおかしなへこみがあるものも、バリが立っていたり、角部分のメッキが浮いているのもありまして、なんというか噂に聞いてたような綺麗だったり、かっこいい感じのソケットではないです。もしかしたら時代だったり、ロットの違い、作られたタイミングによるのかなとも考えましたが、手元にあるこのセットをよく見てみると、ロゴが新旧いろいろ混じってまして、3世代ぐらいが入り混じっているんです。で、それらの仕上がりについて、どれが良いともないっすね。ちなみに、旧ロゴはアメリカの工具メーカー、マトコのロゴにそっくりです。これ、ちょっとややこしくて、以前は同じグループの企業でしたし、SATAの立ち上げ時にはマトコも合弁として参画したと聞きます。マトコのリーズナブルなラインであるシルバーイーグルの製品は SATA ととてもよく似ているという記載もネット上で見かけましたが、しかしこの辺情報は多くなく、実際の両者の関係は過去にしろ現在にしろ調べてみてもはっきりとは分かりませんでした。ただネットの写真だけだと確かに SATA とシルバーイーグルなんとなく似てるなとは感じます。スタンダードは他社と比較してこんなサイズ。普通っすね。最近のソケットって感じ。K は高堅産のスタンダードソケットと比べて大きかったり小さかったり。一般的に3部のソケットは 12mm まで先端細く絞ったものが多いですが、SATA は 12mm から寸胴となってます。6から 18mm までハイトは 25mm で統一。19mm から少し背が高くなります。ラインナップは 24mm まであるみたい。紹介してますのはセット品ですが、単品売りもございます。ディープソケットは全長長めです。他社ソケットと比較してこれだけ長くなっています。また全長に比例するように中も奥が深くなってまして、これ 12mm で比べていますが、SATA は他社品に対して 10mm 近く深くなってるですね。以前動画のコメントをいただいた中で、ここ深いものを探している方がいらしたので、この SATA おすすめができそう。ただここの深さ、サイズによってはまちまちで、私の手持ち 16mm 一つだけすごく浅かったりと統一感はありません。生産時期、ロットによるものなんですかね。わかんないですけど、見た目と同じようにディメンジョンにもばらつきがありますので、実物を見てから買いたいアイテムですね。差し込みのメスはこんな感じ。ディンプルが浅い位置にあるのか、ハンドルにつけてみるとスタンダードもディープもどちらも浮いた感じに座ります。はめ合いは差し込むときはタイトというか引っかかりがあり差し込みにくく、でつけた後はタイト感がどっかいっちゃいまして逆に緩いと感じます。なんなら若干抜けやすいとすら感じるっすね。抜きやすいではなく抜けやすいと感じます。差し込みメス側の作りはちょっと独特っすね。使ってみて、最初の頃使い始めた頃の印象はあまり良くはなかったです。見た目から洗練された感じはないので、使っていて気分が上がることはないですし、良くない部分がちらほら目につきました。メッキの浮いた部分が指に引っかかって手の皮を切ったり、一番萎えたのがバリのせいか手持ちのラチェットにはまらないなんてサイズがありまして、この 14mm、これがラチェットに刺さらなかったんです。
違うハンドルに無理くり何度も付け外ししていたらバリが落ちたのかつくようにはなりましたが、まあそんなんでこのソケット印象はとても良くなくてしぶしぶ使っている感じでした。しかしすぐにバリも取れて、メッキが浮いていた部分は修正してこなれてきまして、相変わらずラチェットなんかにはめるときは入りちょっと渋いんですけど普通なソケットになりました。サイズ感は普通、ネジとのはめ合いも普通。メッキは硬いって感じがします。乱暴に扱っても表面に細かい傷が入りにくい印象があるっすね。ただ強いかどうかはよくわかりません。剥がれや割れにはどうすかね。今のところ弱いメッキとは感じておりませんが、強そうという印象もありません。私の使い方ではこれといって何かが優れたソケットには感じないんですけど、普通なソケット、使うに困ることはないソケットっすね。反面気になるところもそう多くはないです。まあソケットで気になるところ多かったらそれは大問題だとは思うんですけど、強いてあげるとすれば倒れる動きを感じることと差し込みメス側が独特ってことっすね。倒れやすさは座繰りが大きいのか、それとも2面幅が緩めなのか、とにかく倒れからのネジから外れる動きを感じることがあります。低等ボルトに使うとちょっと気を使うっすね。ただ他社品としっかり使い比べての感想で、外れやすくてどうにもならないようなことはありません。そういうもの、倒れやすいソケットと意識して使えば何も問題はないですね。ついで独特な差し込みメス側の問題について、ラチェットなどのハンドルと相性が良くないことが多いです。こちらも緩さを感じるっすね。プッシュリリースではないラチェットやスピンナーハンドルで使ってますと抜けやすいと感じます。顕著にそれを感じるのがウォブルと組み合わせた場合で、特にハゼットのウォブルとの組み合わせは使えないってレベルでスルッと抜けてしまいます。ネジ側に持ってかれないか気を使うので、奥まったところではこの組み合わせはまず使わないですね。またウォブルと組み合わせた際の動きの悪さもちょっと気になる。サイズによってはものすごく良くないものがありまして、ここでもばらつきはでかいなと感じています。さらにソケットお伝えしたように浅めにはまりまして、はめた後にちょっと引っ張ってやってちゃんとした位置に収まる感じ。座りが悪いし抜けやすい。ソケットを外すのが楽とポジティブに捉えることもできますが、実際は外れやすさや座りの悪さをネガティブに感じてしまうことの方が多いです。最後にもう一点、最近の様々なことが要因か値段が上がってきています。他のメーカーも同じように上がってますから、SATAだけの問題ではないですけど、ディープのセットなんかはもはや激安って感じの値段ではなくなってきています。コストメリットが売りなこのSATAがそれを失ってしまうとなると、ちょっと厳しいんじゃないかと感じています。SATAのソケットセット。初めて買うソケットとして、もしくはメインのバックアップとしてコスト重視で選んだ場合、悪くない選択かと思います。多分今の時代に合ったソケットです。ちゃんと使えて、たとえ壊れたりなくしちゃったりしてもコストが低いので補充がしやすい。それでいて親の APEX ツールの名前は大きいですから、品質や対応などであまりにひどいソケットではないだろうという安心感もあります。こうなりやすい名前の入らない無名ソケットを使うよりはSATAのソケットを使う方が良いでしょう。ただもっとかっこいいソケットはありますし、同じ価格帯のソケットを比べてももう少し出来の良さそうなのもあるかなと感じています。今後 APEX の中核ブランドになるこのSATA、ブラッシュアップされていくのを期待したいですね。とりあえず道具が必要、それもコストはなるべくかけたくないって場合にSATAのソケットを検討されてみてください。購入の際は現物確認することをお勧めしたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。つや。